こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は松の葉と原木、それに岩の3種類を積み込んで、ピラミッドは28層に達しました。予定では全部で164層だったわね。層の数だとまだまだという感じですが、ブロック数で勘定すれば3万以上、ピラミッド全体の進捗 31% に達してます。さて次の29層目からは多くの葉と原木、それに滑らかな岩3種類を積む予定ですが、集めるのはこれからです。そしてテリーの冒険もこれから、ここで次回作にご期待ということでバイバイね。バイバイしません。それにしても、なんでか岩の中で戦力眼だけが異様に少ないです。ジャングル同様に嫌われているの？さて、それでは出発です。最近ブランチマイニングをしてないせいで体調を崩し気味だったので、多くの伐採は後回しで山岳拠点に向かいます。どちらにしても病気なのだけどね。さてカボチャが見えてきましたが、地下に潜る前に戦力眼をある程度確保します。嫌われてるのに集めたらもっと嫌われそうよ。そもそもブロックに嫌われるとかなんですか。で、一塊になっている戦力眼を全部採掘してみたら、なんと8スタックほどにもなりました。この戦力眼は私が疲労の抵抗しているのでしょうか。だから言ったのに。まあともかく戦力眼が花崗岩や安山岩とトントンの数になりました。地下に向かいます。で、久々に山岳拠点に戻ってきましたが、やっぱり少しワクワクしてしまいます。この企画では私は建築系なのですが、これはもう性分なので仕方がありません。性分というより本能ね。まあでも、掘ることにワクワクするというより、ブランチマイニング中に岩を捨てられるようになるまであと少し、というところにワクワクしているんです。なので不正はありません。限りなく黒に近いグレーよ。さて早速、今のところ16周まで進んでます。で、今回の風車型は岩が5スタックずつ集まる程度まで進めます。そのようなら地上で露出している岩を集めた方が早いわよ。その話は岩が集まってから考えることにします。ガンガン掘る前にツルハシの修理のことを考えておかねばなりません。実は現時点で採掘用ツルハシは実質の1本しかなかったんです。最初使ってたのは修理にコスト17かかり、次のも修理にコスト17かかります。修理する気になれないわね。で、今使っているツルハシは効率強化法のみが付与されており、破損寸前まで使ったら耐久力3のものと合成する予定なんです。合成コストは4、まあ大丈夫そうね。さて10分ほど掘ったところですが、ゾンビが何か持ってきたようです。あら、今まで全部ブロックを回収しつつ掘っていたんじゃなかったの？拾いにくいのは取りこぼしていたことも。鉄鉱石じゃないですか。倒すしか。わざわざ持ってきてくれたのになんということを。ほんとその通りです。さて、破損寸前まで使いました。これで新たな採掘用ツルハシをゲットです。で、今後様々なブロックを集めることを考えると、最低2本の採掘用ツルハシを持っておきたいところです。なので、ここでブランチマイニングを進めて経験値を稼がねばならなかった次第です。それで地上で全部は岩を集めなかったのね。でもツルハシの修理コスト確認したの、ブランチマイニングを始めてからだったわよ。細かい時系列を気にすることはありません。さて1周してきました。やっぱりアイテム欄が結構埋まります。まあでも丸石をかまどにすればそこそこ空きそうね。以前かまどはいっぱい作ってるので、ここはドロッパー作りたいところです。作れるといいのですけど。またレシピ忘れたのね。一応部分的には覚えているし、レシピは生み出すものなので。できた。そんな調子だからいつも忘れるのよ。さてコツコツ石炭掘って経験値を稼いでいるところですが、空が見えました。
空なんか見たら病気になるわよ。さすがになりません。でも実はリアルでは軽くぶり返していたりします。ややこしいわね。それはともかくこれはどんな条件で発生するのでしょうか。ジャンクの境目と特定の角度、あたりでしょうか。ただの透視能力よ。魚真正面。まあ幸いにして一段差があるので、慌てず安全に倒せるってなんで避けるの？弓に当たりたくないからでしょ。なんだか最近モブの知能が高い気がしてならないことが多いです。いない。また陽動作戦でしたか。よくよく連携するわね。お、宝箱発見しました。そういえばスイカの種ゲットがまだだったんです。毒蜘蛛は近くにいないですよね。いるって言ってるわね。すごく近くはなさそうです。魚突入、すぐに戻れば大丈夫なはず。でもスイカなかったわね。残念ながらスカでした。さて2周分掘り終わって拠点に戻ってきたところです。岩の集まり具合は不十分です。もう2周ほど掘って、そして足りない分は地上で補おうと思います。やけに潔いのね。やっぱり全部ブロック持ち帰りのブランチマイニングは疲れるんです。さて、35分ほどで19周目が掘り終わったところです。ここでようやく経験値30超えました。そしてここから先は、レッドストーンや石炭鉱石はシルクタッチで回収していきます。経験値を持ち帰るわけね。そしてさらに35分後、20周目を掘り終えました。さて拠点に戻って、まずは耐久力3のツルハシゲットです。魚幸運はいらないです。合成するとき余計にコストかかります。で、貯金を取り崩して、貯金なら利息がつきそうなものだけど、貯金箱の意味だと思ってください。さて、効率強化法が出てくれましたが。おお、耐久力3もつきました。幸運もついちゃってるわよ。この場合は構いません。修繕の時のコストは変わらないはずです。さて、無事に採掘用ツルハシが2本揃いましたし、微妙に足りない岩を回収してピラミッド拠点に戻ります。というわけでピラミッド拠点に戻ってきましたが、リードが切れていないんですよね。遠出して秒が距離圏外に出たという条件はピラミッド建築中と変わらないはずなのに、ほんと不思議です。ひょっとしてピラミッドパワーのせい？さて、ここまでで2時間半が経過してます。でも多くの伐採までは済ませてしまいたいので引き続き続行です。目的地は山岳拠点手前の島です。そこも前に使った伐採所よね。さて現地に着きました。手前の木が生えていないエリアは伐採跡です。島自体はそこそこ狭いし、ここの島なら自然に勝てそうな感じです。まだこだわっていたんだ。で、伐採のメインは多くの木ですが、ついでに白樺も生えている分だけ回収してしまいます。ただしエンダーチェストまで含めたアイテム欄の都合上、白樺の葉っぱの回収は諦めることにしました。いたの？なんだか悪いことした気分です。きちんと地面に手をついて謝らないとね。そこまではさすがにできないです。物理的に。さて、50分ほどかけて島の自然破壊に挑戦したのですが、結局、島全体の自然破壊をし尽くす前に断念することになりました。アイテム欄が埋め尽くされたのね。ラバを仲間にしておけば勝てたと思うのですが、無念です。しかし、本当にあと少しのところまで追い詰めていたんです。確かに緑が少ししかないわね。でもなんでラバ連れてこなかったのよ。もしもラバ連れて行っていて、それでアイテム欄がエンダーチェストまでで足りてしまったら、精神的ショック受けそうな気がしたんです。割とどうでもいい理由だったのね。さて、建築に備えて地図を剥がしているところですが、
なぜか1枚回収できていません。まさか地上でも紛失することがあるとは思いませんでした。昔の企画で1回あったわよ。ひょっとしたらチェストの端に挟まっているとか考えているうちに、こういう時に限って珍しくも拠点襲撃イベント発生です。確かに随分と久しぶりね。で、さらに珍しくもレアドロップしました。さて肝心の紛失していた地図についてですが、やはりチェストの隙間に挟まっていたようです。さて、今回はここまでです。建築まで進めるのは諦めて次回に回します。次回は5種類のブロックを積んだら、ダークオークを伐採するため遠出します。徐々にジャングルを必要とする日が近くなってきたわね。そういうことになるかも。まあ深くは考えず、次回も淡々と頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。